今日は手作りそうめんつゆを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は手作りそうめんつゆを作りたいと思います。はい、ということで今回は今の季節に食べたくなるそうめんのおつゆレシピをご紹介していきます。今回のおつゆは基本のおつゆなんですが、だしから取って本格的なつゆを仕上げていきたいと思います。さらにですね、このおつゆを使ったアレンジパターンも2種類ご紹介していきます。作り方にところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにベーシックなそうめんのおつゆのレシピをご紹介します。材料はこちらです。鰹節、昆布、お水、お醤油、みりん、料理酒、お砂糖、そしてあとはそうめんですね。こちらの材料を使っていきます。今回手作りそうめんつゆということで、昆布とあとは鰹節を使って出汁を取って作っていきたいと思います。あとはね、手軽な材料で作れて、醤油とみりんと料理酒も1対1対1で作ることができます。なのでとても覚えやすいと思います。それでは続いてそうめんのつゆのアレンジレシピの材料をご紹介します。材料はこちらです。お酢、オリーブオイル、無調整豆乳、すりごま、オイスターソース、こちらの材料を使って2種類作っていきます。まず1つ目はさっぱりとしたおつゆです。こちらはお酢とオリーブオイルを使っていきます。オリーブオイルを加えていただくことでお酢の酸味が少し軽減してさっぱりとしてるんですが、まろやかな仕上がりになります。そして2つ目は豆乳とすりごまとオイスターソースを加えていきます。こちらはごま風味なんですけれども、オイスターソースを加えることで旨味がアップしてとても美味しい仕上がりになります。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速おつゆを作っていきます。まずはじめに昆布の表面を濡れたキッチンペーパーで軽く拭いてください。ホコリなどがついてる時があるので一度ね軽く拭いてください。あんまりねやりすぎると昆布の旨味もね取ってしまいますので、さっと拭くぐらいで OK です。はい、このように拭いてください。そしたらですね、お鍋の中に昆布を入れます。そしてここにお水を注いでください。そしてこのまま30分置いてください。昆布はね、このように最初お水で出汁を出していきます。今回ですね、作りやすい分量で作ってるので少し出汁汁が余ると思います。なのでそちらはお味噌汁や普段のお料理に活用してください。ではこのまま30分置いていきます。はい、30分経ちました。そしたら火にかけます。火加減弱火です。このままゆっくり加熱して沸騰直前まで温めていきます。このように弱火でじっくりね加熱することで昆布の旨味をしっかり出すことができます。沸騰させるとねえぐみなどが出てくるので、沸騰させないようにだけ注意してください。だいたい10分くらいかけて加熱してください。はい、今10分経ちました。そうするとこのように鍋肌の部分に気泡が出てきます。このぐらいになれば OK です。そしたら昆布を取り出してください。はい、そして昆布を取り出したら火にかけてください。そして一度沸騰させます。はい、沸騰しました。で、沸騰して上に出てきたアクなどは取り除いてください。はい、 OK です。そしたら火を止めます。火を止めたらここに鰹節を一気に入れましょう。よいしょ。そしてこのまま2分間置きます。火は止めた状態で OK です。そしてこの後ですね、だし汁をこしていくんですけれども、少し大きめのボウルとあとはざるにねキッチンペーパーなどを敷いて準備しておいてください。はい、2分経ったのでこしていきます。そしたら先ほどね用意したボウル、ざる、そしてキッチンペーパーを置いてください。そしたらこしていきます。溢れないようにねこしていきましょう。はい、 OK です。こし終わりました。そしたらこちら取り外してください。これで一番だしの完成です。このように仕上がってます。そしたらですね、今回はここから 300ml 取ってそうめんのおつゆを作っていきます。それではおつゆを作っていきます。まず先ほど作ったねだし汁を入れてください。
温かい状態でも大丈夫です。そしたら続いてここにみりんと、あとは料理酒、そしてお砂糖を加えます。お醤油はね、この状態で加熱してしまうと香りが飛んでしまいますので、一番最後に加えるようにしてください。そしたらこの状態で一度火にかけます。火加減中火ぐらいです。このまま一度沸騰させてください。時折ね、このように混ぜながら加熱していきましょう。はい、くつくつ沸騰しました。そしたらですね、このまま一度1分ほどひと煮立ちさせてください。そしてみりんとお酒のアルコールを飛ばしていきます。この時ですね、吹きこぼさないようにだけ注意してください。なので火加減は調整しながら加熱していきましょう。はい、 OK です。そしたらここにお醤油を加えます。そしてさっと混ぜてください。はい、でさっと混ぜたら火を止めます。お醤油はね、加熱せずにお醤油を加えたらさっと混ぜて火を止めてください。これでそうめんのおつゆは完成です。このまま粗熱を取って冷ましましょう。それではそうめんを茹でていきます。お鍋にたっぷりのお水を張ってください。そして火にかけて沸騰させてください。はい、沸騰しました。沸騰したらそうめんを茹でていきます。そうめんの茹で時間なんですが、袋に記載されている時間通り茹でていきます。少し固めがお好きな方は30秒前ぐらいに揚げていただくといいかなと思います。では茹でていきます。このままですね、このようにかき混ぜながら吹きこぼれないように火加減を調整して茹でていきます。はい、時間が経ったので火を止めて、そして湯切りします。ではね、まず湯切りします。やけどしないように注意してください。湯切りしたらですね、すぐお水で洗ってください。この時ね、やけどしないように注意してください。そしてそうめんをしっかりもみ洗いします。そしてそうめんのね、ぬめりを取っていきます。さっと洗ったらですね、このようにボウルにお水をためて、そしてしっかりともみ洗いしましょう。そうすることでそうめんがベタついてしまうのを防ぐことができます。お水もね、できるだけ冷水を使ってください。夏場の暑い時は氷などを入れてね、しっかりもみ洗いしていただくといいかなと思います。はい、そうめんはこれで OK です。このようにしっかりもみ洗いして水を切ってください。これでね、そうめんとおつゆの完成です。あとはお皿に盛って仕上げたいと思います。それではですね、アレンジおつゆレシピもご紹介していきます。まずさっぱり系の方ですね。まず先ほど作ったそうめんのおつゆ 150ml 用意してください。そしてここにお酢を加えるんですが、お酢はこのまま入れるとツンとした酸味が残るので、こちら一度軽く加熱します。電子レンジ 600W で15秒加熱してください。はい、15秒加熱しました。そしたらここにお酢を入れます。あとはオリーブオイルを加えてください。そしてよく混ぜましょう。はい、これでさっぱり系のおつゆは完成です。混ぜるだけなのですごく簡単です。お酢の酸味具合はお好みで調整してみてください。それではですね、続いてごま風味のおつゆを作っていきます。まずはじめにこちらオイスターソースを加えるんですが、直接入れるとダマになりやすいので、このオイスターソース側におつゆをね、少し入れます。ちなみにこのおつゆも今 150ml です。そしてよく混ぜましょう。おつゆでオイスターソースを溶いてください。そしたらまたね、少し入れてください。このようにシャバシャバの状態にしてください。そしたらおつゆに戻し入れます。あとはここに豆乳、そしてすりごまを加えます。そしてよく混ぜましょう。ごま風味のおつゆはこれで完成です。ぜひね、こちらの2つのおつゆも楽しんでみてください。はい、これで冷やしそうめんの完成です。こんな感じに仕上がりました。こちらが手作りそうめんのおつゆです。出汁が効いてとても美味しい仕上がりになってます。そしてこちらがそうめんですね。こちらはしっかりもみ洗いすることでコシのある美味しいそうめんに仕上がります。そしてこちらがおつゆのアレンジレシピです。左側がごま風味、そして右側がさっぱり風味のおつゆになってます。ぜひこちらも合わせて作ってみてください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。それではまず基本のそうめんつゆからいただきたいと思います。いただきます。出汁が効いててすごく美味しいです。この味の濃さもちょうどいいですね。それでは続いてお酢とオリーブオイルを混ぜたつゆでいただきたいと思います。い
いただきます。こっちはすごくさっぱりとした仕上がりになってます。そして最後はごま風味ですね。いただきます。このすりごまの香りがすごくいいですね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の手作りそうめんつゆのポイントです。まずですね、今回のおつゆなんですが、出汁の取り方からご紹介しました。昆布に関しましては、軽く濡れたキッチンペーパーなどで表面を拭いてください。ただあんまり拭きすぎるとね、旨味も一緒に取れてしまいますので、軽く拭くぐらいにしておいてください。そしてその後ですね、お水に浸して30分置いてください。そうすることで昆布の旨味を引き出すことができます。こちらをですね、長くて半日ぐらい置いていただいても OK です。最低でもね、30分は置くようにしてください。そしてその後火にかけるんですが、火にかけるときは弱火でじっくり沸騰直前まで加熱してください。ゆっくり加熱することで昆布の旨味をたくさん引き出すことができます。沸騰させてしまうとえぐみなどが出てくるので、沸騰させないようにだけ注意してください。だいたい10分間ぐらいかけて加熱していただくといいかなと思います。そしてその後ですね、鍋の縁の部分に気泡ができてきたら昆布は取り出してください。その後ですね、しっかり沸騰させて、沸騰したらね、少しアクが出てくると思うので、アクは取り除いて、そしたら火を止めて鰹節を全部一度に加えてください。鰹節はですね、火を止めた状態で2分ほど置いてください。そしてその後ですね、ざるにキッチンペーパーなどを敷いてこしてください。今回ですね、作りやすい分量で作ってるので、出汁が結構余ると思います。なので余ったものに関しましては、しっかり冷ましてからボトルなどに入れて冷蔵庫で保存して使うようにしてください。こちらの出汁はですね、だいたい2日ぐらいを目安に使っていただけたらと思います。そしておつゆを作る時なんですが、まずだし汁を入れて、そしてその後みりんと料理酒とお砂糖を加えてください。醤油はね、このタイミングで入れてしまうと風味がね変わってしまいますので、お醤油はね一番最後に加えるようにしてください。そしておつゆを火にかけたら一度沸騰させて、その後1分ほどひと煮立ちさせて、そしてみりんと料理酒のアルコールを飛ばすようにしてください。あとはお醤油を加えて混ぜたら火を止めて OK です。そして今回はですね、2つのアレンジバージョンもご紹介してます。こちらもねとても美味しいので、ぜひ味変に作ってみてください。そしてそうめんを茹でる時なんですが、こちらはね袋に記載されている時間通り茹でていただいて OK です。少し固めがお好きな方は30秒ほど短く茹でていただくといいかなと思います。そして茹で終わったら必ずしっかりもみ洗いしてください。そうすることでコシのある美味しいそうめんに仕上がります。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。出汁が効いてとても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は手作りそうめんつゆを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。